今日は日本の交通について紹介します。日本での交通手段はいろいろな方法があります。まず公共交通機関です。日本の公共交通機関はとても発達しています。電車やバスなどを上手に利用すれば、目的地に効率的に行くことができます。観光の際は、公共交通機関を利用するのがおすすめです。一番よく使われているのは電車です。電車はとても速くて便利です。電車には新幹線、普通電車、地下鉄などがあります。次に、バスも便利な交通機関です。バスは、電車が通っていない場所にも行くことができます。公共交通機関ではありませんが、タクシーも便利です。タクシーは、目的地まで直接行くことができます。でも、タクシーは他の方法と比べて少し料金が高いです。レンタカーも日本で旅行者に人気の移動方法です。ただし、レンタカーを運転するときは、日本の交通ルールを守ることが大切です。このように、日本には電車、バス、タクシー、レンタカーなど、たくさんの交通手段があります。それぞれの特徴があるので、目的や状況に合わせて、うまく使い分けると良いでしょう。それではそれぞれの交通手段について紹介します。まずは、電車についてです。日本には、たくさんの種類の電車があります。一番速いのは、新幹線です。新幹線は、東京から大阪まで約2時間半で行くことができます。新幹線に乗るには、まずチケットを買う必要があります。チケットは切符と言います。新幹線の切符には、乗車券と特急券の2種類があります。乗車券は目的地までの運賃で、特急券は新幹線に乗るための追加料金です。そのため、乗車券と特急券どちらも必要です。新幹線の切符は、駅の緑の窓口や券売機で買うことができます。切符を買ったら、新幹線専用の入り口から入ります。乗車券と特急券の2枚を同時に入り口の機械に入れます。これを改札機と言います。改札機に2枚の切符を入れると、ゲートが開きます。切符は改札機のゲートの向こう側から出てくるので、忘れずに受け取りましょう。新幹線は、自由席と指定席があります。指定席の切符を買った場合は、切符に車両と座席の番号が書いてあり、確認して座ります。自由席の場合は、自由席専用の車両の中で、空いている席に座ることができます。日本の新幹線の車内はいつもきれいです。その理由は、スタッフの素晴らしい掃除の技術です。そして、その車内の掃除の様子は、とても有名です。新幹線は、
終点の駅に到着すると、折り返して次の目的地へ出発するので、掃除のスタッフは短い時間で掃除をしなければなりません。トイレをきれいにする、窓を拭く、床を拭く、座席のすべてのテーブルを拭く、すべての座席を進行方向へ直す、座席のカバーを交換する、ゴミを捨てるなど、たくさんの作業があります。一つの車両に約100席ありますが、それを一人のスタッフが掃除をします。掃除の時間はわずか7分ほどです。彼らの素早い動きは、とても真似できる技術ではないので、彼らが掃除を終えて帰るときに、拍手が起こることもあるそうです。次は、普通電車です。普通電車は、最も基本的で、身近な電車です。多くの人が、毎日普通電車を利用して、通勤や通学をしています。普通電車は、新幹線などの特別な電車とは違い、一般的に短い距離を走っています。停車する駅が多いので、遠くまで行くには時間がかかります。普通電車は、運賃が安いので、人々の生活に欠かせない乗り物です。普通電車に乗るためには、駅にある路線図で、どの駅へ行くのか、運賃はいくらか確認します。運賃は、大人と子供では、金額が違うので注意が必要です。次に、券売機で切符を買います。最近では、英語や中国語、韓国語などに対応している券売機もあります。どの切符を買えばいいかわからないときは、緑の窓口で聞いてみると良いでしょう。窓口のスタッフが切符を買うサポートをしてくれます。切符を買ったら入り口に行き、切符を改札機に入れます。IC カードを持っている場合は、改札機にタッチするだけで通ることができるので便利です。ただし、電車に乗る前に IC カードにチャージしておくのを忘れないようにしましょう。次は駅のホームへ向かいます。ホームに到着したら、電車を待ちます。ホームでは、列に並んで待ちます。電車が来たら乗ります。ただし、電車から降りる人が優先です。降りる人を待ってから、電車に乗りましょう。電車の中には、優先席があります。優先席とは、お年寄りや妊娠している人、体が不自由な人などが優先的に座る席です。優先席は、なるべく空けておくようにしましょう。次に、地下鉄です。地下鉄は、街の中心部の地下を走っているので、中心部を行き来するのにとても便利です。日本の電車の中でも、特に地下鉄は時間がとても正確です。トラブルが起こることも少なく、ほとんど遅れません。地下鉄には、駅ナンバリングシステムというものがあります。
普段地下鉄を利用しない人や、外国人観光客の方にもわかりやすいように、駅ごとにアルファベットと番号がついています。例えば、東京メトロの銀座線、浅草駅は G19 です。G は銀座線の G。19 は浅草駅の駅番号を表しています。このシステムはとてもわかりやすい案内方法です。路線名と駅名を簡単にしているため、目的の駅を早く見つけられます。また、駅番号はそれぞれの路線と駅の位置を表しているので、乗り換えの時にも便利です。駅の名前を覚えるのは難しいですが、これがあれば、迷わず目的地に到着できるでしょう。地下鉄を利用するときも、普通電車と同じように、券売機で切符を買って地下鉄に乗ります。IC カードももちろん使えます。日本の大きな都市では、地下鉄に1日何度でも乗れる1日乗車券が発行されています。観光地をいくつも見て回る人には、とてもお得に地下鉄を利用できます。続いては、バスについてです。バスにもいろいろな種類があります。まずは、路線バスです。路線バスは、日常でよく利用する一般的なバスです。運賃は、距離によって金額が変わる場合もあれば、一つのエリア内で、どこまで乗っても均一料金の場合もあります。運賃を支払うタイミングは、路線バスに乗るときに支払う場合と、降りるときに支払う場合があります。これはバス会社によって違います。そのため、路線バスに慣れるには、少し時間がかかるかもしれません。それでは、一般的な路線バスの乗り方を紹介します。路線バスには、ドアが2つあります。均一料金のバスは、前のドアから乗って、後ろのドアから降りる場合があります。ここでは、距離によって、金額が変わる場合の、バスの乗り方をお話しします。バスに乗るときは、後ろのドアから乗ります。前のドアは降りるときに使います。乗るときは、整理券を受け取ります。整理券は、どこから乗ったのかを証明する券です。バスを降りるときに必要です。バスに乗ったら、席に座ります。もし席が空いていないときは、つり革につかまって立ったまま乗ります。バスが動き出すと、つまずいたり、転んだりしないよう気をつけましょう。バスの中では、次に止まるバス停がアナウンスされます。日本語と英語で、アナウンスが流れることが多いです。降りたいバス停が近づいたら、降車ボタンを押して、運転手に知らせます。降車ボタンは、バスの中にたくさんあります。降車ボタンを押すタイミングは、目的のバス停の直前ではなく、前もって押すようにします。なぜなら、誰もボタンを押さなかった場合、
目的のバス停を通過してしまうことがあるからです。運賃は、バスを降りるときに、現金で払います。お釣りはありませんので、運賃とぴったりの金額を硬貨で用意する必要があります。降りるときは前のドアから降ります。運賃と整理券を運転手さんの横にある箱に入れます。路線バスでは IC カードも使えます。距離によって金額が変わる路線バスの運賃は少し複雑です。路線バスに乗るときは IC カードがあれば、硬貨がぴったりあるかどうかを心配しなくても良いので安心です。次に高速バスです。高速バスは高速道路を走る長距離のバスです。飛行機や新幹線に比べると料金がとても安いです。しかも夜行バスなら夜に出発して翌日の早朝には目的地に着きます。朝から観光ができるので時間を有効に使えます。高速バスのチケットは予約制で、すべて指定席です。いくつかの方法で買うことができます。まず、インターネットで予約し購入できます。バス会社のウェブサイトから簡単に予約できて便利です。クレジットカードで支払うこともできます。次に、バスターミナルやコンビニエンスストアでも直接チケットが買えます。バスターミナルの窓口で買うのが一般的ですが、最近はコンビニでも買えるようになりました。現金で支払うことができます。それぞれのバス会社が独自の割引プランを用意していることもあるので、そういった割引を活用して、お得に高速バスに乗ることもできます。チケットを購入したら、高速バスに乗るときに、運転手にチケットを見せます。チケットレスという方法もあり、予約番号を伝えるだけで、バスに乗れるので便利です。ただし、バス会社によってチケットの確認方法が違うので注意が必要です。日本の高速バスの車内は安全です。初めて利用する人でも安心して利用できます。運転手が丁寧に案内してくれるので、目的地まで快適に移動できます。バス停も主要な駅やターミナルにあるのでとても便利です。ただし、高速バスにはいくつかデメリットもあります。移動時間が長いため、体が疲れる可能性があります。また、季節によっては、天気の影響を受けやすく、大きな遅れが発生することもあります。そのため、高速バスを利用する際は、時間に余裕を持って計画すると良いかもしれません。バスは、とても便利な交通手段です。慣れるまでは少し戸惑うかもしれませんが、上手に使えば、目的地に楽に行けるはずです。ぜひ、バスを上手に活用してみてくださいね。ここで、面白いバスサービスを紹介しましょう。それは、
ホップオンホップオフバスです。東京には屋根がないオープンデッキの2階建てバスを使ったホップオンホップオフのバスツアーがあります。スカイホップバスと呼ばれるこのバスは、浅草、東京スカイツリー、お台場、皇居など、東京の有名な観光スポットを巡ることができます。バスにはオーディオガイドがついています。日本語、英語、中国語、スペイン語、フランス語など、全部で7つの言語に対応しています。観光地の説明を聞きながら景色を楽しみ、コース上の好きなバス停で自由に乗り降りできます。日本の主な観光地では、このような便利な観光バスサービスがあります。これらのバスを利用すれば、効率的に観光を楽しめるでしょう。続いて、タクシーについてです。日本では、法律で許可を受けたタクシーは、ナンバープレートが濃い緑色になっています。これは、営業用の車であることを示しています。一方、白いナンバープレートの車は、一般の個人が所有する自家用車です。最近では、ウーバーやグラブのようなライドシェアサービスが登場しています。これらのサービスでは、個人の車を使って、配車アプリを通じて乗客を運んでいます。日本でも、ライドシェアサービスは、新しい移動手段として注目されていますが、現時点では、日本でタクシー事業の営業許可を受けていない。白いナンバープレートの個人の車が乗客を運ぶことは違法です。今後、法律が整って安全性が確かなものになれば、日本でもライドシェアサービスが広がるかもしれません。しかし、今はまだ緑色のナンバープレートのタクシーが最も安全で確実な移動手段と言えるでしょう。では、日本でのタクシーの乗り方を紹介しましょう。タクシーは、主な駅や目印になるような建物、例えば百貨店やショッピングモール、大きな病院、空港などで乗ることができます。道を走っているタクシーを呼び止めることも可能です。最近では、タクシー会社がそれぞれに配車アプリを取り入れていて、スマートフォンのアプリで、いろいろなタクシー会社の車を呼ぶこともできます。日本のタクシーのドアは自動で開きます。乗るときも、降りるときも、自分で開けないようにしましょう。タクシーに乗ったら、運転手に目的地を伝えます。日本のタクシー運転手は、日本語しか話せない人がほとんどです。タクシーに乗る前に、目的地を日本語でわかるようにしておくと便利です。距離や時間によって、運賃が変わるので、目的地を伝えたら、前もって運転手に、目安の金額を聞いてみると良いかもしれません。目的地に着いたら、運賃を支払います。
現金で支払うのが一般的です。スマートフォンの配車アプリでタクシーに乗った場合は、アプリで支払います。日本のタクシーは、必要以上のお金を取られるという心配はありません。タクシー会社が運転手の指導と管理を厳しくしているためです。正規のタクシーは、どのタクシーも安全です。他の交通手段と比べると、料金は高くなりますが、安心して快適に移動できることは間違いありません。続いて、レンタカーについてです。レンタカーとは、自動車を一時的に借りて使うサービスです。自分の車がない人や、旅行先で移動手段が必要な人などが利用します。レンタカー会社に車を申し込み、決められた期間だけ車を借りることができます。返却時には、走行距離や燃料代などの料金を支払います。レンタカーは短期的な移動手段として便利です。東京や大阪のような大都市は、道路が複雑で交通量も多いため、自分で車を運転するのは大変ですが、地方の観光地では、レンタカーがおすすめです。北海道や長野、飛騨高山、沖縄などのリゾート地域は、自然の景色が素晴らしいです。レンタカーを利用すれば、自由に移動しながら、その美しい景色を楽しむことができます。目的地までの移動時間も短くなるでしょう。ただし、レンタカーを運転する際は、日本の交通ルールに十分注意する必要があります。日本では、車は左側通行です。つまり、道路の左側を走ることが決まりになっています。これは、世界的に見ても珍しい交通ルールです。信号機には、青、黄、赤の3つの色があります。青信号は進む、赤信号は止まるという意味です。黄信号は、すぐに赤信号になるので、注意して運転しなければなりません。信号の色は世界共通ですが、日本では左から青、黄、赤の順に並んでいます。これは日本が左側通行の国だからです。そして日本では歩行者優先のルールがあります。歩行者が横断歩道を渡っているとき、もしくは横断歩道がなくても、車は必ず止まって、歩行者を優先しなければいけません。また、高速道路を走る際は、ETC、つまり、自動料金支払いシステムを使うことが推奨されています。高速道路には、サービスエリアと呼ばれる休憩施設があり、ここで休憩を取ったり、ガソリンを補給したりすることができます。日本では、過去に起こった悲惨な事故から教訓を得て、飲酒運転は厳しく禁止されています。運転者にアルコールを飲むように勧めた人も罪に問われます。
飲酒運転は事故のリスクが高まるため、絶対にやめましょう。さらに日本では2008年、法律の変更により、運転席や助手席だけでなく、後部座席でもシートベルトの着用が義務化されました。これは、後部座席に乗っている人も、事故の際に大きな被害を受ける可能性があるためです。このように、日本の交通ルールは少し特殊な面もありますが、安全運転のために守る必要があります。歩行者の安全を第一に考え、スムーズな交通を実現するためのルールです。大都市と地方の観光地では、最適な移動手段が違います。大都市では電車や地下鉄、バスなどが便利ですが、地方の観光地ではレンタカーがおすすめです。旅行の目的や予算、人数などに合わせて、ぴったりな方法を選ぶと良いでしょう。いかがでしたか？今日は日本の交通についていろいろなことをお話ししました。この動画が皆さんの日本語学習に役立つと嬉しいです。もっと役立つ動画を作るためグッドボタンやチャンネル登録をお願いします。最後まで見てくださりありがとうございました。今日は日本の交通について紹介します。日本での交通手段はいろいろな方法があります。まず公共交通機関です。日本の公共交通機関はとても発達しています。電車やバスなどを上手に利用すれば、目的地に効率的に行くことができます。観光の際は、公共交通機関を利用するのがおすすめです。一番よく使われているのは電車です。電車はとても速くて便利です。電車には新幹線、普通電車、地下鉄などがあります。次に、バスも便利な交通機関です。バスは電車が通っていない場所にも行くことができます。公共交通機関ではありませんが、タクシーも便利です。タクシーは目的地まで直接行くことができます。でも、タクシーは他の方法と比べて少し料金が高いです。レンタカーも日本で旅行者に人気の移動方法です。ただし、レンタカーを運転するときは、日本の交通ルールを守ることが大切です。このように、日本には、電車、バス、タクシー、レンタカーなど、たくさんの交通手段があります。それぞれの特徴があるので、目的や状況に合わせて、うまく使い分けると良いでしょう。それではそれぞれの交通手段について紹介します。まずは、電車についてです。日本には、たくさんの種類の電車があります。一番速いのは、新幹線です。新幹線は、東京から大阪まで約2時間半で行くことができます。新幹線に乗るには、まずチケットを買う必要があります。チケットは切符と言います。新幹線の切符には、乗車券と特急券の2種類があります。乗車券は目的地までの運賃で、
特急券は新幹線に乗るための追加料金です。そのため、乗車券と特急券どちらも必要です。新幹線の切符は、駅の緑の窓口や券売機で買うことができます。切符を買ったら、新幹線専用の入り口から入ります。乗車券と特急券の2枚を同時に入り口の機械に入れます。これを改札機と言います。改札機に2枚の切符を入れると、ゲートが開きます。切符は改札機のゲートの向こう側から出てくるので、忘れずに受け取りましょう。新幹線は自由席と指定席があります。指定席の切符を買った場合は、切符に車両と座席の番号が書いてあり、確認して座ります。自由席の場合は、自由席専用の車両の中で、空いている席に座ることができます。日本の新幹線の車内はいつもきれいです。その理由は、スタッフの素晴らしい掃除の技術です。そして、その車内の掃除の様子は、とても有名です。新幹線は、終点の駅に到着すると、折り返して次の目的地へ出発するので、掃除のスタッフは、短い時間で掃除をしなければなりません。トイレをきれいにする、窓を拭く、床を拭く、座席のすべてのテーブルを拭く、すべての座席を進行方向へ直す、座席のカバーを交換する、ゴミを捨てるなど、たくさんの作業があります。一つの車両に約100席ありますが、それを一人のスタッフが掃除をします。掃除の時間はわずか7分ほどです。彼らの素早い動きは、とても真似できる技術ではないので、彼らが掃除を終えて帰るときに、拍手が起こることもあるそうです。次は、普通電車です。普通電車は、最も基本的で、身近な電車です。多くの人が、毎日普通電車を利用して、通勤や通学をしています。普通電車は、新幹線などの特別な電車とは違い、一般的に短い距離を走っています。停車する駅が多いので、遠くまで行くには時間がかかります。普通電車は、運賃が安いので、人々の生活に欠かせない乗り物です。普通電車に乗るためには、駅にある路線図で、どの駅へ行くのか、運賃はいくらか確認します。運賃は、大人と子供では、金額が違うので注意が必要です。次に、券売機で切符を買います。最近では、英語や中国語、韓国語などに対応している券売機もあります。どの切符を買えばいいかわからないときは、緑の窓口で聞いてみると良いでしょう。窓口のスタッフが切符を買うサポートをしてくれます。切符を買ったら、入り口に行き、切符を改札機に入れます。IC カードを持っている場合は、改札機にタッチするだけで通ることができるので便利です。ただし、電車に乗る前に IC カードにチャージしておくのを忘れないようにしましょう。次は駅のホームへ向かいます。ホームに到着したら、電車を待ちます。ホームでは、列に並んで待ちます。電車が来たら乗ります。ただし、
電車から降りる人が優先です。降りる人を待ってから電車に乗りましょう。電車の中には優先席があります。優先席とは、お年寄りや妊娠している人、体が不自由な人などが優先的に座る席です。優先席は、なるべく空けておくようにしましょう。次に、地下鉄です。地下鉄は、街の中心部の地下を走っているので、中心部を行き来するのにとても便利です。日本の電車の中でも、特に地下鉄は時間がとても正確です。トラブルが起こることも少なく、ほとんど遅れません。地下鉄には、駅ナンバリングシステムというものがあります。普段地下鉄を利用しない人や、外国人観光客の方にもわかりやすいように、駅ごとにアルファベットと番号がついています。例えば、東京メトロの銀座線、浅草駅は G19 です。G は銀座線の G。19は浅草駅の駅番号を表しています。このシステムはとてもわかりやすい案内方法です。路線名と駅名を簡単にしているため、目的の駅を早く見つけられます。また、駅番号はそれぞれの路線と駅の位置を表しているので、乗り換えの時にも便利です。駅の名前を覚えるのは難しいですが、これがあれば、迷わず目的地に到着できるでしょう。地下鉄を利用するときも、普通電車と同じように、券売機で切符を買って地下鉄に乗ります。IC カードももちろん使えます。日本の大きな都市では、地下鉄に1日何度でも乗れる1日乗車券が発行されています。観光地をいくつも見て回る人には、とてもお得に地下鉄を利用できます。続いては、バスについてです。バスにもいろいろな種類があります。まずは、路線バスです。路線バスは、日常でよく利用する一般的なバスです。運賃は、距離によって金額が変わる場合もあれば、一つのエリア内で、どこまで乗っても均一料金の場合もあります。運賃を支払うタイミングは、路線バスに乗るときに支払う場合と、降りるときに支払う場合があります。これはバス会社によって違います。そのため、路線バスに慣れるには、少し時間がかかるかもしれません。それでは、一般的な路線バスの乗り方を紹介します。路線バスには、ドアが2つあります。均一料金のバスは、前のドアから乗って、後ろのドアから降りる場合があります。ここでは、距離によって、金額が変わる場合の、バスの乗り方をお話しします。バスに乗るときは、後ろのドアから乗ります。前のドアは降りるときに使います。乗るときは、整理券を受け取ります。整理券は、どこから乗ったのかを証明する券です。バスを降りるときに必要です。バスに乗ったら、席に座ります。もし席が空いていないときは、つり革につかまって立ったまま乗ります。バスが動き出すと、つまずいたり、転んだりしないよう気をつけましょう。バスの中では、次に止まるバス停がアナウンスされます。日本語と英語で、
アナウンスが流れることが多いです。降りたいバス停が近づいたら、降車ボタンを押して、運転手に知らせます。降車ボタンは、バスの中にたくさんあります。降車ボタンを押すタイミングは、目的のバス停の直前ではなく、前もって押すようにします。なぜなら、誰もボタンを押さなかった場合、目的のバス停を通過してしまうことがあるからです。運賃は、バスを降りるときに、現金で払います。お釣りはありませんので、運賃とぴったりの金額を硬貨で用意する必要があります。降りるときは、前のドアから降ります。運賃と整理券を運転手さんの横にある箱に入れます。路線バスでは IC カードも使えます。距離によって金額が変わる路線バスの運賃は少し複雑です。路線バスに乗るときは IC カードがあれば硬貨がぴったりあるかどうかを心配しなくても良いので安心です。次に高速バスです。高速バスは高速道路を走る長距離のバスです。飛行機や新幹線に比べると料金がとても安いです。しかも夜行バスなら夜に出発して翌日の早朝には目的地に着きます。朝から観光ができるので時間を有効に使えます。高速バスのチケットは予約制で、すべて指定席です。いくつかの方法で買うことができます。まず、インターネットで予約し購入できます。バス会社のウェブサイトから簡単に予約できて便利です。クレジットカードで支払うこともできます。次に、バスターミナルやコンビニエンスストアでも直接チケットが買えます。バスターミナルの窓口で買うのが一般的ですが、最近はコンビニでも買えるようになりました。現金で支払うことができます。それぞれのバス会社が独自の割引プランを用意していることもあるので、そういった割引を活用して、お得に高速バスに乗ることもできます。チケットを購入したら、高速バスに乗るときに、運転手にチケットを見せます。チケットレスという方法もあり、予約番号を伝えるだけで、バスに乗れるので便利です。ただし、バス会社によって、チケットの確認方法が違うので、注意が必要です。日本の高速バスの車内は安全です。初めて利用する人でも安心して利用できます。運転手が丁寧に案内してくれるので、目的地まで快適に移動できます。バス停も主要な駅やターミナルにあるのでとても便利です。ただし、高速バスにはいくつかデメリットもあります。移動時間が長いため、体が疲れる可能性があります。また、季節によっては、天気の影響を受けやすく、大きな遅れが発生することもあります。そのため、高速バスを利用する際は、時間に余裕を持って計画すると良いかもしれません。バスは、とても便利な交通手段です。慣れるまでは少し戸惑うかもしれませんが、上手に使えば、目的地に楽に行けるはずです。ぜひ、バスを上手に活用してみてくださいね。ここで、面白いバスサービスを紹介しましょう。それは、
ホップオンホップオフバスです。東京には屋根がないオープンデッキの2階建てバスを使ったホップオンホップオフのバスツアーがあります。スカイホップバスと呼ばれるこのバスは、浅草、東京スカイツリー、お台場、皇居など、東京の有名な観光スポットを巡ることができます。バスにはオーディオガイドがついています。日本語、英語、中国語、スペイン語、フランス語など、全部で7つの言語に対応しています。観光地の説明を聞きながら景色を楽しみ、コース上の好きなバス停で自由に乗り降りできます。日本の主な観光地では、このような便利な観光バスサービスがあります。これらのバスを利用すれば、効率的に観光を楽しめるでしょう。続いて、タクシーについてです。日本では、法律で許可を受けたタクシーは、ナンバープレートが濃い緑色になっています。これは、営業用の車であることを示しています。一方、白いナンバープレートの車は、一般の個人が所有する自家用車です。最近では、ウーバーやグラブのようなライドシェアサービスが登場しています。これらのサービスでは、個人の車を使って、配車アプリを通じて乗客を運んでいます。日本でも、ライドシェアサービスは、新しい移動手段として注目されていますが、現時点では、日本でタクシー事業の営業許可を受けていない。白いナンバープレートの個人の車が乗客を運ぶことは違法です。今後、法律が整って安全性が確かなものになれば、日本でもライドシェアサービスが広がるかもしれません。しかし、今はまだ緑色のナンバープレートのタクシーが最も安全で確実な移動手段と言えるでしょう。では、日本でのタクシーの乗り方を紹介しましょう。タクシーは、主な駅や目印になるような建物、例えば百貨店やショッピングモール、大きな病院、空港などで乗ることができます。道を走っているタクシーを呼び止めることも可能です。最近では、タクシー会社がそれぞれに配車アプリを取り入れていて、スマートフォンのアプリで、いろいろなタクシー会社の車を呼ぶこともできます。日本のタクシーのドアは自動で開きます。乗るときも、降りるときも、自分で開けないようにしましょう。タクシーに乗ったら、運転手に目的地を伝えます。日本のタクシー運転手は、日本語しか話せない人がほとんどです。タクシーに乗る前に、目的地を日本語でわかるようにしておくと便利です。距離や時間によって、運賃が変わるので、目的地を伝えたら、前もって運転手に目安の金額を聞いてみると良いかもしれません。目的地に着いたら、運賃を支払います。現金で支払うのが一般的です。スマートフォンの配車アプリでタクシーに乗った場合は、アプリで支払います。日本のタクシーは、必要以上のお金を取られるという心配はありません。タクシー会社が運転手の指導と管理を厳しくしているためです。正規のタクシーは
どのタクシーも安全です。他の交通手段と比べると、料金は高くなりますが、安心して快適に移動できることは間違いありません。続いて、レンタカーについてです。レンタカーとは、自動車を一時的に借りて使うサービスです。自分の車がない人や、旅行先で移動手段が必要な人などが利用します。レンタカー会社に車を申し込み、決められた期間だけ車を借りることができます。返却時には、走行距離や燃料代などの料金を支払います。レンタカーは短期的な移動手段として便利です。東京や大阪のような大都市は、道路が複雑で交通量も多いため、自分で車を運転するのは大変ですが、地方の観光地では、レンタカーがおすすめです。北海道や長野、飛騨高山、沖縄などのリゾート地域は、自然の景色が素晴らしいです。レンタカーを利用すれば、自由に移動しながら、その美しい景色を楽しむことができます。目的地までの移動時間も短くなるでしょう。ただし、レンタカーを運転する際は、日本の交通ルールに十分注意する必要があります。日本では、車は左側通行です。つまり、道路の左側を走ることが決まりになっています。これは、世界的に見ても珍しい交通ルールです。信号機には、青、黄、赤の3つの色があります。青信号は進む、赤信号は止まるという意味です。黄信号は、すぐに赤信号になるので、注意して運転しなければなりません。信号の色は世界共通ですが、日本では左から青、黄、赤の順に並んでいます。これは日本が左側通行の国だからです。そして、日本では歩行者優先のルールがあります。歩行者が横断歩道を渡っているとき、もしくは横断歩道がなくても、車は必ず止まって、歩行者を優先しなければいけません。また、高速道路を走る際は、ETC、つまり、自動料金支払いシステムを使うことが推奨されています。高速道路には、サービスエリアと呼ばれる休憩施設があり、ここで休憩を取ったり、ガソリンを補給したりすることができます。日本では、過去に起こった悲惨な事故から教訓を得て、飲酒運転は厳しく禁止されています。運転者にアルコールを飲むように勧めた人も、罪に問われます。飲酒運転は、事故のリスクが高まるため、絶対にやめましょう。さらに日本では、2008年、法律の変更により、運転席や助手席だけでなく、後部座席でもシートベルトの着用が義務化されました。これは、後部座席に乗っている人も、事故の際に大きな被害を受ける可能性があるためです。このように、日本の交通ルールは少し特殊な面もありますが、安全運転のために守る必要があります。歩行者の安全を第一に考え、スムーズな交通を実現するためのルールです。大都市と地方の観光地では、最適な移動手段が違います。
大都市では電車や地下鉄、バスなどが便利ですが、地方の観光地ではレンタカーがおすすめです。旅行の目的や予算、人数などに合わせて、ぴったりな方法を選ぶと良いでしょう。いかがでしたか？今日は日本の交通についていろいろなことをお話ししました。この動画が皆さんの日本語学習に役立つと嬉しいです。もっと役立つ動画を作るためグッドボタンやチャンネル登録をお願いします。最後まで見てくださりありがとうございました。